皆さんこんにちは、よそうです。今回は P5X の期間限定イベント茨の試練を星4以下のキャラクターのみで攻略していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回狙う難易度は最高の称号がもらえる難易度40ですね。それでは早速見ていきましょう。編成はこんな感じになっています。セピアとワンダーのパズスを中心に呪詛ダメージを与えて敵の HP を削っていきます。セピアといえば水着モコとの組み合わせが最近注目されていますが、今回のバトルでは敵の効果抵抗があまり高めに設定されていないのか、水着モコなしでもセピアの呪詛デバフがそこそこ入ります。スリップダメージは攻撃力が関係ないので、ワンダーの武器は青武器にして味方全体の防御力を上げています。ソイとルフェルは回復役ですね。当初はルフェルのみで攻略しようとしていたんですが、どうしてもルフェルだけでは回復が追いつかないため、ソイも一緒に編成しました。ナビキャラは今回あまりスキルを使うことができないため、スキルなしでも味方の耐久力を上げてくれるウィンドウを編成しています。武器に関してはセピア、ソイ、ルフェルのものは星4無凸、ワンダーとウィンドに関しては配布された貫突武器を利用しています。それでは難易度選択の方を見ていきましょう。茨の試練では自分で敵の強さや味方の制限などをカスタマイズしてより高い難易度で戦闘を行っていきます。今回選択した制限はこんな感じになっています。ポイントとしては敵の火力を上げすぎない点ですね。星4キャラクターは耐久力が足りないのですぐにやられてしまいます。また今回は敵をスリップダメージで攻撃していくため、こちらの攻撃力や敵の HP の最大値は全く関係がありません。なのでそれらは最大のものを取っています。その他は編成に合わせて取れるものを最大限取っているといった感じですね。一番右のターン制限の短縮は倒すのに時間がかかるため一つも取れませんでした。それでは実際にクリアするところをご覧ください。それでは実際の戦闘を見ていきましょう。まずは増長点を狙っていきます。増長点は2ターンおきに敵全体の火力を永続的に上げてくるため最初に倒しておきたい相手です。風穴開けるぞマンドラン、料理してやるよペトラ。感謝する。セピアのスキル1、そしてワンダーのパズスのスキル2で敵を削っていきます。パズスは攻撃した時敵の呪詛ダメージを即座に発動させるというスキルを持っているため、敵を呪詛で攻撃する際は必須になってくるペルソナですね。この編成であれば敵の攻撃は耐えきれると思うので、ターンが返ってきたらルフェルの回復スキル、そしてソイのスキル3を使ってあげましょう。みんなの支援いつでも行けるわ。さてどうしようかしら。かき回して強め。舞うぞロブロイ。来るのだペルソナ。ソイのスキル3が使えない時はソイの銃撃で敵を攻撃していきます。セピアは味方の攻撃が多段ヒットすればするほど追加攻撃のポイントを貯めていきますが、実は銃撃でも貯まるんですよね。ソイの銃撃は弾数が多いためセピアとは実は相性抜群です。ただセピアの呪詛ダメージは1回で貯まる回数に限りがあるため、一度でソイの銃撃を打ち切ってしまわないように注意しましょう。1回に12発ぐらい撃つといいですね。それではあとは攻撃と回復を繰り返していくだけなので一旦早送りです。舞うぞロブロイ。わしのペルソナ。マンドラン、料理してるよペトラ。感謝する。ゴリラ行こうかペルソナキロ。少し痛いかもペルソナ。これでどうだ。行くぞ君どうだ。行ったんだ。行くぞ行くぞどうだ。行くぞやろうロブロイ。来るのだペルソナ。カモンマンドラン。これこそ会心の一撃。僕が援護してやる。これこそ会心の一撃。少し痛いかもみんなの支援いつでも行けるわ。さてどうしようかしら。僕が援護どうしてやる。しようかしら。私の出番ね。ゴリラ行こうかペルソナ。会心の一撃。少し痛いかもペルソナ。これでどうだ。行くぞこれでやるちょうだい。やろう。はい、増長点を倒すことができました。それでは次に時刻点を狙っていきます。時刻点は2ターンおきに味方全体にシールドを貼りますが、これまたシールド量が多いため早めに潰しておきましょう。それでは同じなのでまた早送りです。舞うぞペルソナ。マンドラン、料理してるよペトラ。ゴリラ行こうかペルソナキロ。
しいないかも。ゴリラ行こうか。ベルサーチ少しいないかも。ベルサーウレモどうだいくぞ羽ばたけローラーペルソナカナパンダ両にせよベルサー感謝ゴリラ行こうか。ベルサー戦中発動。ベルサーこれだどうだいくぞ上の花受け。さてどうしようかしら。戦中発動。ありがとう。羽ばたけローラークレノダありがとう。パンダベルサーゴリラ行こうか。ベルサー少しいないかも。風の一撃。ベルサーウレモはい敵2体を倒すと残された敵が合体してアスラ王になります。わしのペルソこうナやって合体したアスラ王は敵2体の固有スキルを引き継ぐのですが、マンドラン残した2体光木天と毘沙門天の固有スキルはあまり強くありません。感謝するなのでこのまま同じように攻撃して押し切ってしまいましょう。敵を倒している時途中でルフェルの SP が尽きてしまう場面があるかもしれませんが、その時は一旦ルフェルはガードさせて SP を回復し、そのターンだけはワンターで回復してあげるといいですね。もちろん回復が必要なさそうであればそのまま攻撃してしまっても構いません。それではさらに早送りです。言葉の力を示すんだゴリラ少しいないかも。ベルサーいただけマウザクレノありがとう。カナダのベルサーゴリラ行こうか。ベルサーいただけローラークレノカナパンダ両にせよベルサー感謝みんなの支援いつできるわ。さてどうしようかしら。私の出番ね。感謝ゴリラ行こうか。ベルサー会心の一撃。少しいないかも。ベルサーいただけマウザクレノパンダベルサー行こうか。ベルサーベルサラいただいていく。はいというわけで無事にアスラ王を倒すことができました。いかがでしたでしょうか。自分で難易度をカスタマイズすることで星4キャラ星4武器のみでも目標である40等級を達成することができる茨の試練はなかなか面白いコンテンツですね。もちろん星5キャラを持っていればもっと楽に攻略できると思いますので、皆さんもお気に入りのキャラを編成して攻略してみてください。最後に今回使用したキャラクターの掲示カードセットとスキルの育成状況を貼っておきます。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。